チャット GPT 広告をちょっと私の方で使ってみましたので、そこの一時情報をレビューさせていただきます。こんなものなのかな、コンテキストの作り方とかにコツはありそうだな、広告の概念変わってくるよね。こんにちは、アスリ社長の中志です。慎吾社長、はい、ついにチャット GPT 広告出せるようになりましたね。出ましたね。思った以上に早かった。使えるようになるのが。いや、そうですよね。前回のYouTube で結構まだ3ヶ月後だから4ヶ月後ぐらいかなと思ったんだけど、すぐ出てきちゃったから、いやすぐ出せよ。すぐ取り直さなきゃいけないなっちゃった。でも出したじゃないですか。そこについてを、皆さんこれから多分出す方もいれば、何か代理店さん経由とかで出されてる方もいると思うんですけど、管理画面って多分まだ出回ってないと思うんですよね。ちょっと X ではね、ある程度発信されてる方いらっしゃいましたので、気づいてる方は多いと思いますが、こんなに期待してないのねって感じ。最初の方ってなんか機能も低いじゃないですか。そうだね。今日はチャット GPT 広告をちょっと私の方で使ってみましたので、そこの一時情報をレビューさせていただきます。お願いします。はい。チャンネル登録よろしくね。意外にね、どうなんだろうかっていうところは、データ版なんで、これから機能回収が当然行われるんですけれども、データ版を使ってみた感じはちょっとこんなもんなのかなみたいな。見たいです。はい。見たいです。チャット GPT 広告マネージャーを公開しましたよということで、資料を作ってきてますね。ちょっとこれを見ながらやっていきたいと思いますが、チャット GPT 広告とはということで、オープン AI 公式の広告配信プラットフォームということで、Google 広告のように広告を作成できるターゲティングの下が起きちゃいますよ。これまず理解しておいていただきたいんですけれども、Google 広告とかは、キーワードを設定して、キーワードに広告を出しますよね。メタ広告でしたら、ターゲティングを設定して、このターゲットに対してバナーとか、ショート動画を出しますよね。これが今までの広告の概念だったんですけども、チャット GPT 広告は前回ご紹介したように、会話コンテキストなんです。検索と大きく変わってて、相談してくるような感じの人がチャット GPT の中ではほとんどなんで、そこを読み取れるようにしていかなきゃいけないってことですか？見てもらった方が早いんで、意外にね、これむずくねって思ったんですよ。会話コンテキストで広告を配信しますので、キーワードじゃなくてどんな会話に広告を表示したいかを文章で入力しなきゃいけないんです。だから意外にめちゃくちゃ増えないって感じなんです。そうですよね、これ。例えば LP 制作会社でおすすめなとこあるとか、広告代理店でおすすめなとこあるってさ、実際には確かに広告として外部に依頼したいっていうニーズはそうなんだけども、そもそも LP 制作に相談する人のボリュームと、広告代理店に依頼したいっていう人たちのボリュームと、SEO 会社に依頼したい人のボリュームとかニーズとか求めてるものって全部違うわけよ。って考えると、今までだったら LP 制作っていうキーワードに対して、うちは LP 制作もできますし、広告代行もやってますし、SEO もできますよ、なんだったんだけども、今までのようにコンテキストのマッチ度を見られちゃうので、LP 制作っていうところにやっぱ広告代理店っていうところが出せないんだと思うんだよ。LP 制作の会話の中に広告代理店ですって出てきても、クリック率上がらないし、多分ニーズが違うんだよね。意外にこのコンテキストでそもそもターゲティングするって、質問の分だけ広告グループが出来上がっちゃうじゃないかみたいな。めちゃくちゃそうですよね。増えちゃいますよね。そう。LP 制作関連だったら1個、広告代理店で1個、SEO 会社で1個みたいな感じですか？そう。いくつかメニュー持ってるのかね。だから広告代理店の中でも広告代理店で安いところをおすすめとか、広告代理店で実力があるところおすすめとか、広告代理店で審査対策に強いところおすすめとかさ、いろんなパターンの質問がそもそもできるじゃん。あとは広告代理店って怪しくないとか、広告代理店で本当に信用できるのとかさ、いろんなパターンの会話のコンテキストが想定できちゃうので、あとは少額から運用してくれる広告代理店おすすめとかさ、どの切り分け方でどんな風に書けばいいかがめちゃくちゃ難しいですね。そうですね。ということで我々がやったことをお見せしますね。コンテキストヒントの書き方ということで、こういう風に広告グループのところでコンテキストっていうのを全部入れるんですよ。後ほどもご紹介しますけれども、設定できるのはこのコンテキストぐらいなんですよ。設定項目少なくないですか？少ない。コンテキストとあとは設定する URL、この2つしか変数ないの。テキストとかも決めれないってことですか？だからテキストは一応決めれるけれども、そんなにうまく書けるほどのボリュームない。まずコンテキストがすごく重要になりますね。コンテキストヒントの書き方ということで、まず文章で状況を説明しましょうということで、例えば単語の羅列、LP 制作、広告代理店、SEO 会社、ウェブ制作という単語の羅列ではダメなんですよ。コンテキストで見てますんで。なので、広告の成果の伸びず、LP 改善、広告代理店の切り替えを検討している企業の担当者が相談している会話。これで書くんですか？ OK の例みたいな感じで書かなきゃいけないんですね。いや、OK はだから誰がどんな状況で何を相談しているかなので、広告の成果が伸びず、LP 改善、広告代理店の切り替えを検討している企業の担当者が相談しているような会話を書かなきゃいけない。だから既存の代理店が全然動いてくれないんだけれども、これって代理店あるあるなのとかさ、もっと PDCA 早く回してくれるおすすめの広告代理店さんってあるのとかさ、っていう質問しそうじゃん。実際の顧客が持っているチャット GPT に相談している内容とか、愚痴ってる内容とか、こういったところをやっぱりある程度捉えておかないと。検索広告のキーワード設定より難しいですね。顧客知ってるかだよね。そうですね。知らないと書けない気がしますね。そう。あとは顧客は顧客なので、顧客じゃない顧客ね。同業の顧客とかさ、どういうところで不満あるんですかとか、あとは見込み客の方々がどういうことに悩んでて躊躇しちゃってるのかとか、お客さんが思っていることのデータをどんだけ持ってるかによって変わってくると。経験値である程度分かるところもあると思うんだけれども、単純にこの使い方分かってれば成果が出る文脈じゃなくなってきたなっていう感じはちょっとしたよね。例えばうちにも今問い合わせ来たり、失注する時の理由とか、切り替えの時の理由とかあるじゃないですか。でもああいうのはヒントになりそうだなって思います。そうだね。あとは網羅より関連性を優先しましょうって、幅
幅広くカバーしようせず、本当に関連する文脈に絞りましょうと。LP 制作もできますし、広告代理店もできますし、水曜会社もできますし、みたいな、何でもやってますっていう書き方はあんまり良くない。これが意外と難しいなと思う。いや、意外に難しいよ。これはまあ理論上分かってる話と実際にやってみると結構違うんでね。できること2つ目。設定はかなりシンプルですということで、キャンペーン、広告グループ、広告分、あとクリック単価と配信地域。少ない選べるようになってるんです。少ないです。会話のコンテキストでちゃんと会話にね、合わせた広告が出るようになってますので、逆にそこまで細かく設定しないようになってるんじゃないのかっていうところも考えられるし、ベータ版だからついてないだけなんじゃないかってことも考えられるんですけど、今のところ不安でしょうがないですよね。さっきのコンテキストのヒントがめちゃくちゃ重要だろうなって。そうです。計測はできます、一応。コンバージョン計測タグ用意されてます。ただ分析できません。どういうことですか？どういうユーザーにクリックされてるとか、Google 広告とかメタだったら分かるじゃないか分かんないですよ。そもそもだってキーワード設定してないんだから出てこない。だから昔の PMAX みたいな感じ。どこに配信されてるか分かりませんみたいな。コンバージョン計測できるものの何も分からない。この広告文からコンバージョンが生まれました。このコンテキスト設定からコンバージョンが生まれましたっていうのは広告グループ単位で分かれてるよ。広告文と広告グループ単位とキャンペーン単位ではコンバージョンが出るようになっていますが、どういう属性の人たちが買ったんだっけっていうのは分からない。PMAX どこに配信されてたか分かんないっていうのが今のチャット GPT 広告です。文句は言えないんですね。もう一つは事業主サイドでしか作れないアカウントが。で今まで代理店アカウントっていうのがあって、代理店のアカウントの中でお客さんのアカウントを作れたじゃないですか。Google とかそういう設定になってるんですよね。ビジネスマネージャーとか。MCC とかそう、MCC っていうのクライアントなんだっけ？クライアントセンターですね。そうですね。クライアントセンターっていうところがあって、そこにアカウントを紐付けるだし、メタだったらビジネスマネージャーっていうね、大元のアカウントがあって、そことお客さんのアカウントを紐付けられた。なんですが、これに関してはもうお客さん側のアカウントを代わりで運用させていただくしかできない。代理店用にまだやっぱり開発されてるわけじゃないし、いろいろと事業主が自分で出すようには出来上がってるんだが、複雑な運用するような形にはなってないですね。でも最初ってみんなそんな感じですもんね。どんどん機能がこう付け加えられる。そうだね。今はかなりシンプルな広告になってますよってことですね。実際の配信結果いきます。まずですね、10万円がこの数時間で終わりました。数時間？管理画面でお話ししましょうか。管理画面をですね、見ていただくと分かるんですけれども、こんな形になっておりますということで、キャンペーンがありまして、広告グループがありますと。広告グループの中に入札額っていうのが書いてあるんですよ。今200円にまで下げてるんですけども、配信されない可能性ありって書いてあるんですね。この入札額競争力のある水準ですってことで、450円で最初設定したんですよ。一瞬で10万円なくなりましたね。この野郎と思って。今250円まで下げましたけど、配信されない可能性がありっていう風に書いてあるんですね。なんですが、実際はそんなことなくて配信されるんですよ。この金額でも。昨日はここはってことで5000円をそのアッパーにしといたわけ。5000円をアッパーにしといたら250円まで下げたのにもかかわらず、すぐまたこの5000円がなくなりました。動画見ててよかったですね。単価は結構細分に使った方がいいっていうのが実際のところですね。250円ぐらいに設定しておくと、実際の CPC が119円ぐらいに収まりますよってことなんですけど、インプレッションも出やすいし、クリックも出やすいんですね。1個のグループでしか広告出せなかったんですか？いや、まず最初にね、いろいろとちょっとコンテキストを事業概要入れたバージョンを盛り込んだんですよ。うちの事業を書いておこうって。で、やったんですけど、コンバージョンが生まれなかったので、これは明らかにインプレッションの量もでかいし、クリックもすぐされちゃって、すぐ10万円消化しちゃったし、ターゲティングがおそらくマッチしてないんだろうなということで、コンテキストを書き直したのがこっちのパターンなんですよ。これがね、ちょっとまだ設定したばかりなんですけども、こんな形で。じゃあこっちの方がでもクリック率高いですね。広告成果改善したいの方が。そう。コンテキストもそれぞれ書いてあります。広告費を増やしても売り上げが伸びずに改善方法を探している。CPA が悪化して広告運用を見直したい。ロアスを改善したい。コンバージョン費の原因を調べている。リスニングの成果が頭打ちになっている。改善したい系の言葉ですね。でも結構いらっしゃいますもんね。チャット GPT とかにもしかしたら相談する人っていそう。デジタルマーケティングを支援している広告代理を探している。Google メタ広告の運用を任せる会社を比較している。現在の広告代理を変更したいと考えている。広告代理の乗り換えを検討している。ウェブ集客でマーケティング会社を探している。みたいなところですね。こういうふうにコンテキストを分けてやりましたら、こんな形になってます。分かるというか、比較できるところで言うと、クリック率が一番分かりやすい仕様にはなるんですかね。そうだね。ちょっとまだね、運用し始めたばっかりなんで、あとはB2B 領域っていうところもありまして、コンバージョンまだついてませんが、ある程度抑えながら運用しないと、相当一気にバンっていくのと、コンテキストの設定っていうのは本当に何が一番最適解がまだ見えてないんで、今後お伝えしていきたいなと思ってますけどもね。とにかくなんか今までの感じじゃないから、どこに配信されてるかが分かればね、このコンテキストじゃないんだってことで、クリックではされてるんですもんね。分析ができなかったので、一応 GA の方でも見てみたんですよ。パラメつけて、滞在時間が8秒とかになってたので、クリックして、もうパーッと見てすぐポンって出てってるから、多分ニーズとあんまりマッチしてないんだと。だからコンテキストがちょっと広すぎたのか、悩みが薄すぎるところに配信されたのか、どちらにしろちょっと分析ができないので、GA を併用しながら見ましたが、コンテキストの作り方とかにコツはありそうだなっていう感じですね。ここをマッチさせるのが結構難しいって感じですね。でもなんかいろんな広告媒体を使ってきてね、私の経験値で言えることは、チャット GPT なんで、
っていろんな悩みに当てたいじゃないなんだけど、かなり絞り込んだ方がいい印象です、これは。昔の Google 広告みたいな感じ。ちょっと単価を多めに入れておくと、一気にバーンって紹介されていくみたいな。確かに、でもこれ本当に PMAX みたいにどのコンテキストのやつがいいか分かんないんで、私が今思ったのは CPC というか、入札単価を低めにしといて、いろんな訴求というか、コンテキストで検証した方が良さそうですね。そう。結果的にコンバージョンがついてきたところが当たってるターゲットっていう話になってくると思うけれども、広告の経験が少ない方々がご自身で出されるには難易度が高いなっていうところが、現状。クリック率って媒体によって推奨ってあるじゃないですか。はい、チャット GPT 広告ちょっと低めだなって思ったんですけど、ぶっちゃけでも Google と比べると低いですよね。ディスプレイ広告の水準だよね。0.82 とかになってくる。そうですよね。でもディスプレイ広告の割には、前回の動画で撮ったみたいに、チャット GPT って相談フラッとしたらおすすめされて、もうそこで意思決定しちゃうこともあるじゃないですか。でも会話の文脈には影響を与えないというふうに書かれてるので、おすすめの中に広告が出るわけじゃないわけよ。おすすめ3社はここですって言った、プラスアルファで PR として広告が出てくるので、おすすめ3社とは違うんだけども、この人たちはペイドで出してますっていうのが認識しやすくなってるよね。それちょっと見せ方も結構コツいりそうですね、テキストの。そうだね。だから4番目ですとかね。第4位デジタルアスリートってね。だから意外にこの3社を見た時に自分にはあんまり合ってないなって時の第4の選択としてやっぱり広告が出るとか、もしくはおすすめされている3社よりも優位性がある特徴をやっぱり打ち出さないと、広告もクリックされるけどほとんど見られないみたいな形になるし、出していく LP もお客さんのやっぱり質問に答える LP の行動にしなきゃいけないとはいえ、3番目のおすすめの中にも入ってるし広告も出てるだったらいいんだけども、おすすめ3社の中に入ってなくて広告だけ出しててもちょっと劣って見えるんだろうなっていう感じはあるよね。私この前出てきたんですよ、広告無料のやつ使ってどんな風に出るんだろうなって思ったら、その時は私がちょっと食べ過ぎたんですね、だから翌日何食べればいいかなみたいな相談をしてたら、糖質を制限するサプリがポンって出てきたんですけど、結構直接的な商品名がボーンって出てきてて、広告だなってスルーしました。クリックもしなかったんで、意外とこのテキストとか出し方って結構大事だなみたいな。広告っていう風に認識しやすいよね。しやすいです。チャット GPT 広告はめちゃくちゃ分かりやすく出てきます。そうだね。だから検索広告とかはオーガニックと検索広告の枠がね、あんまり見え方変わらなかったです。スポンサーって書いてあったけど、ディスプレイ広告はバナーの一種として出てきてたし、バナーもないんですよね。だからバナーもなくリンクと商品名って感じでした。だから 0.82 ってのは当然ながらある程度情報収集し終わった人たちが入ってくるっていう話なんだけれども、意外にもしかしたら良くないんだろうかもしれない。だからそれが出す側の人たちがやっぱ出し方がやっぱりチャット GPT の中にうまく紛れ込ませれてないと。4番目です。私いいと思います。そうだね。この選択肢もおすすめです。っていうちょっと広告文をうまく会話の中に溶け込ませないといけないかもしれないですね。今後に期待しない機能ということで、会話ログの可視化ですね。どんな会話質問で広告が表示されたのか、クリックされたのか、あとは AI による改善っていうですね。コンテキストもうちょっとこういう風に変えましょうみたいな。あとは CB 計測とロス分析ということで、CB 計測までできますが、ロス分析っていうところまではできないし、あと外部連携っていうところはあんまりまだできないんじゃないのかな。GA のアナリティクスはね、普通にパラメータつければ、滞在時間とか読めますんで、ここら辺は設定の仕方かなっていうふうに思います。会話ログの可視化とかができるようになってくると、かなり違う広告媒体になるし、インプレッションがめちゃくちゃ出るからね。だって一瞬でなくなったんですよね。一瞬でなくなった。本当に皆さんに気をつけていただきたいところですね。そう。我々はチャット GPT 広告ってコンバージョンボリューム出ないんじゃないっていう感覚だったじゃん。でも、インプレッションめちゃくちゃ出る印象なので。こういう新規の媒体って大抵出なくないですか？そう、出ないんだよね。そう、だからネイティブワード系のね、会社さんの媒体とかもよく使わせていただきますし、DSP 系も使うけども、インプレッションがやっぱり Google とかメタに比べると出ないじゃないですか。でも、チャット GPT 意外に出そうだぞって感じ。あとは10人に1人使ってるっていう話なんで、相当なユーザーにアプローチできる。出るんだったらやりようありますよね。そう、だからここら辺をどう攻略していくかによってかなりコンバージョンボリュームが出る可能性がある。ということで、まだコンバージョンがうまくつけるところまでいってませんので、今後ね、B2B の方だけじゃなくて、ゴルファボっていう B2C 系のビジネスもやってますんで、そちらでもちょっとチャット GPT は攻略次第皆さんにどう攻略したのか、コンテキストどう書けばよかったのか、広告文っておそらくチャット GPT の会話の中にうまく溶け込むように出していかないとクリック率多分上がらないので、いろいろとお伝えできるんじゃないかなと思いますんでね、引き続きこちらのチャンネルを登録しておいていただければ、チャット GPT は攻略できるんじゃないかなと思いますんで。操作性はいいんですね。操作性がいいっていうか分かりやすいんで、少ないんだっけ？少ないんで、あと配信力も結構ありますよ。分析が弱すぎ、運用の自由度はほぼない。将来性は会話のログとかが取れるようになってきて、こういう会話の人たちにコンバージョンが生まれてますって話だったら相当面白いし、広告の概念変わってくるよね。マーケティングデータの宝庫になっちゃうから、エンドユーザー側の解像度が上がりすぎるだろうっていう話なんだけど、それを公開してくれるかどうかちょっと分かんないですね。ぜひよろしくお願いします。オープン AI さんに見てるかもしれない。オープン AI さんに届けっていうところで、本日の動画としては以上になります。ぜひ皆さんが出すときに参考にしてみてください。それでは本日もありがとうございました。